こんにちは、ぬいこです。今回はこちらの T シャツの後ろ中心に別布でタックを入れて身幅を広くするリメイクをします。前はいじらないので印象は変わらずすっきりしたまま、後ろのみゆとりが出て動きやすくなります。では作業に入ります。今回は襟ぐり、袖ぐりともにいじりません。後ろ中央だけでいじりますので、後ろを上にします。後ろ中心に印をします。襟ぐりの肩同士を合わせて2つ折りにして印をしてもいいですし、私は襟ぐりの肩同士を合わせてその寸法の真ん中に印をしておきます。ここから裾までのまっすぐなラインを引いておきます。私の T シャツは脇に縫い目がありません。ですので平らに畳んだ状態で裾の寸法の真ん中を印をして、そこと先ほどの襟ぐりをつないでいきます。線の長さを測っておきます。私は56センチです。メモをしておきましょう。今回はこちらの布を挟んでタックにしていきます。リップルというちょっとポコポコした生地です。こちらの線で切って別布を縫い合わせていきます。T シャツ生地の出来上がりの位置は線から1センチずつ外側になります。1センチ分この別布が見えてくる形で仕上がっていきます。タックの深さは5センチにしようと思うので、出来上がりイメージはこんな感じで縫われてきます。中心部分は別布が縦に見えてきます。着た時はタックが自然に広がるので、もっと多く見えてきます。5センチのタックを作っていくので、必要な寸法はこれだけになってきます。中心から5センチいったところで1回折れて、さらに5センチいったところで折れてきます。そうすると2つ目の折れはこの中心のフロント部分に来ます。ここから1センチかぶさってきます。その場所が縫い合わせの場所になります。そこからさらに1センチが縫い代になってきます。必要な幅はすべて足して24センチになります。長さは先ほど書いた寸法を測りました。その寸法プラス裾のステッチの上の方ですね。この距離を測って私は 1.7 センチです。余裕を持って2センチプラスまた折り返すので1センチの3センチつけて、上は、襟ぐり8ミリ程度で足りますが、5センチのタックなので襟ぐりが後ろ中心に向かってえぐれてきます。この分の差もあるので1センチぐらいつけておく方がいいかと思います。後ろ襟ぐりのラインがすごくカーブしていた場合は1センチ以上つけないと足りなくなってくる場合があります。なお伸びる生地に伸びない生地をつけていきますので、縫い合わせした時に少し釣り合いがつきづらく足りなくなる可能性もあるので、長さについてはきっちりではなく1センチ2センチ長めにしておくと安心です。別布が裁断し終わったらこちらを切っていきます。今回は襟はそのまままた縫い合わせをしますので、ここが裁断されてさらに縫い合わせができる程度襟ぐりをほどいておきます。中心から5センチ離れたところまで別布のタックが折られて縫っていかなければいけないので、
7センチ程度離れたところまでほどいておきます。ちょっと印をしておくと分かりやすいかなと思います。後ろの襟ぐりのステッチは鎖編みのような縫い目になっていることが多いと思います。内側にテープがあって2本縫われていることがあります。このステッチは、ほどくとツルツルっと抜けていく可能性があるので、ほどく手前のところをミシンか手縫いで縫い留めておいてから襟ぐりをほどいていきましょう。鎖編みのダブルステッチをほどくとこんな感じで襟ぐりのテープが外れてきます。まだ身ごろと襟がついていますので、今度はここのロックミシン糸を外していきます。襟ぐりが外れたら後ろ中心を裾まで切っていきます。襟と襟ぐりテープは切らないように注意をしてください。別布と縫い合わせていきます。中表にします。上の端がぴったりに合わせてしまうと、タックを5センチで折った時に縫い代が足りてきません。5センチのところで布端が合うように少し上に上げます。中心部分では少し別布が飛び出る感じになっていきます。上から馴染むように合わせて裾まで縫い代1センチで縫っていきます。不白の布をつける場合は生地が伸びませんので、普通のミシン糸でも大丈夫ですが、伸びる布をつける場合はレジロン糸で縫ってください。手縫いの方は、毎回返し縫いか一針おきに返し縫いをしてください。縫えました。異なる素材を縫い合わせているので、縫えたら必ず両方の面を見てよれたりしていないかを確認をしてください。では反対側を縫っていきます。中表に合わせるので生地をひっくり返して合わせていきます。先に縫った方を確認をして同じ寸法が余るように高さを調整をしてください。裾も同じだけ余るように合わせていきます。こちらも縫えました。T シャツ生地と別布2枚一緒にジグザグまたはロックミシン、手で縫う方は斜めにかがって布端始末をしておきます。裾の始末をします。縫い代は別布側に倒してください。裾の長さに合わせて2つ折りをして、そこからステッチ幅プラス 2,3 ミリの長さで折ります。ステッチの位置の高さと合わせて縫っていきます。手縫いの方は並縫いで縫います。最初と最後はしっかり返し縫いをしてください。縫えました。ステッチの幅が広い方はここが隙間になっていますので、少し浮きが気になる場合は、手でかがっておくかステッチで縫い留めておくと浮いてきません。襟ぐりを仕上げていきます。縫い代は別布側に倒してあります。表の生地をくるむように折ります。待ち針で仮留めをしておきます。そこから5センチ奥の印で一度折れて、布端と中心が合ってきます。3枚一緒にピンで留めておきます。同じように反対側も1回ずつ印で合わせて折っていきます。上だけで釣り合いを見るのは難しいので、5センチほど下あたりもしっかり生地を折っておくと平らに収まってきます。前身頃がつながっていて平らにできないのでちょっとやりにくいですが、
頑張ってこの辺りだけ平らに釣り合いを見ていきます。ちょうどいい具合で折れたら、タックがずれないようにタックの奥も留めておきます。仮留めでミシンで縫うか、しつけ糸で留めておきます。しつけ糸で縫う際は、針目5ミリぐらい、縫うのが布端から6ミリぐらいなので、真上を縫うとしつけ糸をほどくのが難しいので、ちょっとその位置からは外した位置、私は8ミリぐらいのところを縫っています。最初は返し縫いをしました。これで、5ミリぐらいの針目、もしくは、7ミリぐらい進んで3ミリぐらいすくう、大針小針でも構いません。注意していただきたいのは、中心部分がしっかり突き合わせになっている方が綺麗なので、ここは一針通ったらもう一度返し縫いをしてしっかりずれないように固定をしておきます。念のため布端部分にも返し縫いをしてしつけで留めています。この時点で別布の長い分は切っておいてください。襟と縫い合わせします。中表に合わせて、まず襟と身ごろを縫っていきます。縫い代は先ほど縫われていたこの点々の位置、私のは、6ミリぐらいです。布端から6ミリを縫っていきます。身ごろと合わせていただくと襟の方が短くなっています。少し身ごろを引っ張ってその釣り合いで中心位置をまず止めてしまいます。左右の分量でまた伸ばしながら縫っていってください。手で縫う方は伸ばしながら縫うのでちょっと難しいです。片方を、固定して何かで引っ張りながらこちら側も引っ張った状態で縫っていってください。縫えました。テープを上に乗せて縫っていきますが、縫い代は身ごろ側に倒した状態でテープを乗せていきますので、アイロンでこちら側に倒しておきます。テープのステッチは襟ぐりあたりと身ごろ側のこのあたりにかかりますので、タックが開いたり重なったりしないようにテープで縫われる近くにしつけでちょっと固定をしておきましょう。ではテープを乗せていきます。こちらも伸ばしながら縫うので、ピンと張った状態で真ん中の位置を決めてから左右を留めていきます。この2本のステッチは結構目立つ場所になりますので、しつけをかけて固定をしました。通常テープ側を見ながら縫っていきますが、しつけをかけたのでちょっと表を見ながら縫っていこうと思います。レジロン糸で縫うことをおすすめします。手縫いの方は並縫いで縫っていってください。最初と最後はしっかり返し縫いをしましょう。縫えました。これで完成です。今回の T シャツの後ろ中心に別布でタックを入れて身幅を広くするリメイクはいかがでしたでしょうか。以前身幅を広くする動画で両脇に別布を足す方法をお伝えしました。今回は後ろ中心1箇所なので作業時間は少なく済むと思います。別布はレースやシフォンなどデザインポイントになるような生地を使っても面白いかと思います。いろいろなアイデアで試してみてください。これからも洋裁、リメイク、お直しなどいろいろなご提案をしていきます。縫い子の洋裁教室をどうぞよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。